こんにちは、スパオです。この度、長年過ごした関西を離れることになりました。今回はそんな関西に感謝を込めて、私スパオが大変お世話になった関西おすすめの手土産からレストラン、カフェを中心にご紹介したいと思います。ただ、関西といっても普段行動することが多い大阪、兵庫中心のセレクトになっている点だけご了承ください。そんなん知っているよっていう超メジャーなものも出てくるんですけど、単に愛について語りたいだけなので、どうかお付き合いいただけると幸いです。ではどうぞ。はい、まず1品目が蓬莱の豚まんです。創業から約75年、関西の食を代表するお土産としても大人気のこの豚まん。今ではなんと1日平均17万個を売り上げる全国屈指のご当地食です。私が思うに蓬莱の豚まんの魅力って食感にあると思っています。まずこの大ぶりのあんなんですが、玉ねぎは甘みの強い淡路島産のものを中心に1日に約4トンの量を使用。豚肉は3つの部位をミックスしていて、油のコクや肉汁を最適になるようにコントロールしています。そしてこの粗めの玉ねぎと豚肉がすっごい贅沢な食感なんですよ。ちゃんと噛んで味わえるあんです。そしてなんといってもこの生地なんですけど、めっちゃもっちもちです。これは市販の肉まんでは到底出ない食感で、私もこの生地が超好きで、極論中身なくても生地だけ売ってくれても私絶対買ってますね。適度に弾力があってほんのり甘いこの生地、一生食べていられます。関西以外に店舗はなく、たまに百貨店サイトなどで出店するくらいで、どの会場も毎回長蛇の列になるんですけど、意外と知られていないのがこの551の豚まん、オンラインでもゲットできるんです。冷蔵の状態で賞味期限が5日ほどあるので、ギフトシーズンに送られる方も多いようです。余談ですが、蓬莱のシューマイも肉々しくてジューシーでめちゃくちゃうまいです。オンラインショップでも販売されているので、豚まんしか試したことない方、この機会にぜひ試してみてくださいね。はい、続いてが五座候の赤あん白あんです。関西の駅中中心に全部で79店舗を構える回転焼きのお店です。メインはこの回転焼きの赤あんと白あん。この2つで年間約5000万個を売り上げる関西を代表する和菓子です。一般的なものと比べて五座候の回転焼きは中のあんこがたっぷりなのが嬉しいんですよ。とは言いつつも確かな生地の存在感があることで、あんことのバランスをとってくれています。赤白両方とも中のあんこは北海道産の原料にこだわっていて、赤あんに使われる小豆は味はもちろん大きさや色まで選別していて、年間通じて安定した美味しさのあんこを製造していらっしゃいます。そして白あんに使われる絹手棒という豆が、もともと小粒な手棒豆の中でも比較的粒が大きい品種で、絹のような滑らかな口当たりと爽やかさと濃厚さを併せ持ったかなり希少な品種です。一般的に口にする白あんの原料はほとんどが輸入品で、国産原料自体大変貴重なんですけど、その中でもさらに貴重な絹手棒の回転焼きを100円ちょっとで味わえるのはすごいことなんです。何を隠そう、私も五座候では白あん派。上品ささえ感じるすっきりとした甘さの回転焼きは圧巻のクオリティです。この少し黄色みがかったイエローゴールドのあんこ、ぜひ食べる前に割ってもらって色味も楽しんでほしいですね。ちなみに生地に使われている膨張剤がアルミニウムフリーなのもグッドです。食べたことない方ぜひ一度、特に白あんはご賞味いただきたいですね。続いて3つ目がダニエルのカヌレです。ダニエルは兵庫県芦屋に本店を構える焼き菓子、生菓子を製造されているお店です。ダニエルのカヌレはやや小ぶりのサイズで、その分お値段もお手頃なんですけど、魅力が何といってもバリエーションの豊富さ。常時10種類前後販売されているんですけど、定番品以外は季節によってフレーバーがガラッと変わるんです。なので季節が変わるたびにお店に行かなくちゃいけない、時期によってまた違った楽しみが増える、そんな魅力的なカヌレです。ダニエルのカヌレ、カリカリ度は控えめでもちもち感が強めです。私もちもち派なので、このカヌレの食感好きなんですよね。私が今回買った時は全部で8種類あって、定番品に加えて
柚子アプリコット塩キャラメルなどが出ていました。消費期限が当日含めて5日間と意外と長いのも嬉しいポイントです。私がよく行く梅田のルクア店は一応19時までお店やっているんですけど、平日でもだいたい夕方頃にはカヌレは完売している印象です。今回平日の開店してから30分後ぐらいに行ったんですけど、それでもこの行列。この左側のエスカレーターの下にお店があるんですけど、この日は並んでから帰るまで40分ほどかかりました。春休みに引っかかっていたのもあったかもしれませんが、基本並ばずに帰ることはまずないですね。行列必至ですが、お時間に余裕がある時にはぜひお試しいただきたい素敵なショップです。はい、続いてが玉清屋のおはぎです。日本橋駅のすぐそば、千日前通り沿いにお店を構える明治32年創業の玉清屋さん。今回紹介する中でダントツに入手難易度マックスな絶品おはぎのお店です。お店がオープンするのがお昼の14時からで、売り切れ次第終了なんですけど、平日でもお店がオープンする前から長蛇の列ができます。私この日は平日の15時半頃から並んだんですけど、すでにこの行列。結果購入できたのは17時頃でした。店主の方曰く、今日は空いてるわよとのことでした。今回6個入りでこしあんときな粉の2種類を買いましたが、8個10個までは2種類まで、15個を買うと3種類入れることができます。このおはぎ不思議なんです。とろけるような柔らかもちもち食感のこのおはぎは、食べたことを忘れるほどに目の前から一瞬でなくなります。玉清屋のおはぎ一番の特徴は塩気にあると思います。この塩気が甘さを引き出しつつも後味のさっぱりさを演出しています。きな粉には砂糖も入っていて、ジャリッとする砂糖の食感も楽しいんですよね。きな粉の香ばしさと砂糖の甘さ、そしてこちらも塩気が効いているので後味さっぱりです。両方ともどこか懐かしさを感じるような優しい味なんですが、この味は到底ご家庭では出ませんね。小ぶりなサイズの影響もあると思うんですけど、この塩気のおかげで気づいたら 2,3 個なくなっているんです。6個食べ終わる頃にはここ数分の記憶が飛んでます。今回食べながら撮影したんですけど、あれ計算合わなくねって大の大人が引き算すらできなくなるほどに一瞬でなくなります。恐ろしいほど美味な口当たりとさっぱりした余韻、これは行列の価値あります。毎週木曜日曜そして祝日がお休みで、店主の方曰くだいたい18時から18時半頃に完売になることが多いらしいです。行く際は時間に余裕を持った上でぜひこの絶品おはぎゲットしてみてくださいね。はい、続いてが長崎堂のクリスタルボンボンです。ここ大阪でしか買えない激レアなお菓子がこのクリスタルボンボン。リキュールを閉じ込めた砂糖菓子なんですけど、見た目も味もとっても素敵なお菓子なんです。女流作家である田辺聖子さんの小説「いちごを潰しながら」にも登場するお菓子で、そこはかとないレトロ感を感じます。この宝石箱のような蓋を開けるとメッセージが書かれた紙が入っています。これは詩人の冬野虹さんという方がこのクリスタルボンボンを表現して作られた詩です。この素敵な手書きのメッセージからクリスタルボンボンの世界に一気に引き込まれます。割れないように入れられているプチプチと紙をめくるとクリスタルボンボンがお目見えです。もう本当に宝石のようです。とても美しい。色に合わせて全部で3種類の味が入っていて、先ほどの詩が書かれた紙の裏側に味の説明が書かれています。白い色のボンボンはコアントローリキュールが入っています。オレンジの香りをまとわせたリキュールで、カリッと砂糖が割れると甘酸っぱいオレンジの香りがふわっと出てきます。ブルーのボンボンはアニゼットリキュール。アニスという薬草をベースにスパイスなどをブレンドしたボタニカルなリキュールです。そしてピンク色がマラスキーノ。こちらはチェリーのお酒で、甘酸っぱいチェリーの香りとバラのような香りがある濃厚で甘めのリキュールです。数年前に新潟に住む友人から割れてもいいから送ってとせがまれて、その時初めて知ったんですけど、その当時は月に1回ほどの入荷しかなくて、入荷後即座に完売するような幻の商品だったんです。今回スタッフの方にお話を伺うと、
昨今はコロナウイルスの影響で遠方から買いに来られる方が減ってしまったようで、店舗の方でも比較的安定して在庫があるとのことでした。なので気になっていたけど見たことすらなかった方、そしてこれを見て気になった方、今が手に入れる大チャンスです。人の往来が戻ってくると確実に前のように品薄激レア商品になります。大阪に観光に来られた際はぜひお土産の一つにご検討ください。そしてせっかく長崎堂さんに行ったなら、もう一つお土産にしてほしいのがこちらのカステラです。長崎堂さんのカステラは生地の密度がすごいです。みっちり詰まっていて噛むともっちり食感に変化します。五三焼きカステラとかではないので際立った卵感みたいのはないんですけど、王道の味にもっちり食感が個人的に気に入っています。そして他のカステラと比べると天面の焼き目が濃くてかすかに香ばしいビター感も感じるんです。お土産に鉄板のカステラと激レアのクリスタルボンボンの2つがあれば確実にお土産界のヒーローになります。この機会にどうぞお試しください。はい、6品目が木安総本舗のみたらし団子です。大阪十三に本店を構える昭和23年創業の関西を代表する老舗お菓子屋さんです。蒸したての酒まんじゅうも捨てがたいんですが、やはりここは看板商品のみたらし団子をご紹介します。少し珍しい俵型の形をしたこのお団子、これは炙った時に焦げ目がつきやすくタレの絡みを良くするために採用されたそうです。こちらのみたらし団子、注文してから目の前で焼いてくれるんですけど、なんと焼き色のリクエストができるんです。今回私が買ったのは普通の焼き色なんですが、多めっていうのもできるみたいです。もうこんな感じで持ち手の部分まで容赦なくみたらしが入っているので、確実に手は汚れるんですけど、なんだか贅沢な感じもします。そこそこ歯ごたえのある団子の食感最高です。もち粉と米粉を絶妙なバランスで配合しているそうなんですけど、一般的なお団子より粘りが少なくて弾力のある歯ごたえです。そして私これが好きなのがこのみたらしあん、甘さ控えめで醤油の塩気とのバランスもちょうどいいんですけど、このあんやけにうまいんですよ。今回公式サイトを見るまで私知らなかったんですけど、たまり醤油と砂糖の他に北海道産の昆布で出汁を取っているんです。みたらしに昆布だしって合うんですね。甘みと塩気に旨みも加わったみたらし団子となれば美味しくないわけありません。このみたらし団子は十三の本店や関西圏の百貨店内中心の出店です。賞味期限が当日と日持ちがしないのが難点なんですが、当日にお渡しできるのであれば立派な関西のお土産になります。関西のお土産選びに悩まれている方、ぜひご検討ください。はい、続いて7品目が陸路おじさんの焼きたてチーズケーキです。もうこれも言うまでもなく長きにわたって関西のご当地スイーツを牽引するお店ですね。関西の人なら食べたことない人いないと思います。焼きたての名の通り、店舗で焼き上げたものをそのまま持ち帰ることができるので、温かい状態で楽しむこともできる魅惑のチーズケーキです。こんな感じで待っている間、チーズケーキを作っているところが見れるんですけど、今ちょうど焼き上がったのが出てきたようです。この台に置いた瞬間見てください。もう柔らかすぎてブルルンってなってるんですよね。最後に陸路おじさんの焼き芋を10と押したら完成です。陸路のチーズケーキのおすすめポイントはシンプルさとアクセントのレーズン、そして味の二面性です。まずシンプルさなんですけど、原材料欄見ていただければ分かります。めっちゃシンプルです。唯一入っている添加物も安定剤とクリームチーズには必ずと言っていいほど入っているものなので、余計なものはほとんど使っていません。チーズケーキにもいろいろ種類がありますが、陸路おじさんのは卵とクリームチーズのコクが顕著ですね。ふわっと優しい卵の風味は雑味のない全人類が微笑む最強の味です。これでもう焼きたてはふわふわふわ、もうふわふわふわ、舌で押すだけでシュワッと溶けます。そしてそんなチーズケーキに欠かせないのが、そこに沈んでいるレーズンのアクセント。果肉感の強いレーズンでチーズケーキ一辺倒にならない確かな食感が食べ応えをアップさせてくれています。そして味の二面性についてなんですが、
これ焼きたてはふわっふわなんですけど、これ冷めたら冷蔵保存が推奨なんですね。その冷蔵したチーズケーキを食べると、さっきとは明らかに違うしっとり密な食感になって、これがまた美味しいんです。そら冷やしたらそうなるやろって思うかもしれませんが、焼きたてが冷えました、そんな簡単な話ではない、明らかに狙って出している味です。焼きたてと書いてあると、冷めたら魅力ないじゃんって思う方いるかもしれませんが、安心してください。冷めても魅力を発揮するのが陸郎のチーズケーキです。ちなみになんですけど、焼きたての証拠がこの箱のへたり具合です。焼きたてのこの蒸気を吸って箱がくしゃっとへこむんですけど、ご贈答には一見不向きかと思いきや、とんでもないです。このへたり、焼きたてを手に入れた称号であり、一種のステータスです。胸を張ってべっこべこの箱をテーブルに出しましょう。はい、続いてが柿種キッチンの柿の種です。大阪の池田市に本社工場を構える株式会社豊洲さん。100年以上にわたってせんべいやあられなどの米菓製造、そして製造と販売の一貫体制をされてきた関西を代表するお菓子屋さんなんですが、2011年に誕生したブランドの一つが柿の種専門店の柿種キッチン。人気商品が贅沢チーズと海鮮風塩だれ。一番人気の贅沢チーズは大粒の柿の種に数種類のチーズをブレンドしたチーズシーズニングをまぶした間違いない一品。もう迷ったらこれです。私は行ったら必ず買ってしまう大のお気に入りです。海鮮風塩だれはホタテ風味の海鮮中華焼きそばをイメージしたフレーバーだそうですが、確かに海鮮風中華塩だれの味なんです。黒胡椒が効いた海鮮の風味にビールが進むこと間違いなしです。そしてこのサワークリームオニオンは前の2品とは違って生地にじゃがいもを練り込んでいる柿種ポテトという商品です。さっきの2品は中が空洞で表面の生地が薄いカリッとした食感なんですけど、この柿種ポテトは表面の生地の厚みがある分サクふわっとした食感で、噛めば噛むほどじゃがいものうまみがじわじわと出てきます。サワークリームらしいコクとつい手が出てしまうような酸味が嬉しい、止まらないタイプの味です。個人的におすすめしたいブランドです。手土産の最後にご紹介するのが小島屋さんのけし餅です。大阪府堺市に本店を構える創業なんと300年以上の歴史を持つ小島屋さんが作る看板商品です。あんこを包んだお餅の表面にけしの実をびっしりとつけたどこか品を感じるお菓子です。けしの実の食感を邪魔しないよう中のあんこにはこしあんが入っています。このこしあんの舌触りとってもいいんですよね。程よい厚みのお餅との甘さのバランスもグッドです。何よりこのけしの実の食感が実にいいんですよ。こんな小さいのに確かなプチプチザクザク感を感じられて、このプチプチ感とお餅の弾力、そして滑らかなこしあんと食感のコントラストが見事です。生菓子のような見た目なんですけど、消費期限が製造より4日間とそれなりに日持ちします。あんこを使ったご当地メーカーが数多くある中で、けしの実をここまでまとわせたものはなかなかないと思います。この食感と品のある甘さ、ぜひ味わってみてほしいですね。はい、ここからはおすすめのカフェレストランを4つご紹介したいと思います。近くに行かれた際はぜひ立ち寄ってみてくださいね。まず1つ目がカレーレストランのブルーノ。近年の大阪ではスパイスカレーを中心に一大ムーブメントが起きているんですけど、そんなブームの前から40年以上にわたって愛されてきたカレーの名店がこのブルーノです。外食、レストランで区切れば間違いなく一番行ったお店ですね。ランチに友人と行って、その夜に妻と行ったこともあるくらい大好きなお店で、お店が梅田のヘップナビオの7階にあります。店内には赤いシャンデリアがついていたりと、カレーショップとは思えないおしゃれな内装です。事実、女性1人の方もいるほどに、店内は圧倒的に女性のお客様が多いです。いわゆる欧風カレーのお店で、ビーフ、チキン、ポークカレーなどの人気どころはもちろん、カツカレーやキノコカレー、ハンバーグカレーなど多種多様なメニューがあります。ここのカレーは甘さと辛さが時間差でくる美味しくて不思議なカレーなんです。ルーの粘度はそこそこあって、食べ始めはコクと甘さがくるんですけど、
後味に近づくにつれてじわじわと辛さが出てくるんです。このじわじわくるのが心地よくって、ついまた一口いっちゃうんですよね。テーブルにはカレーと一緒に6種類の薬味が置かれます。妻も私もこの6種類のトッピングが大好きで、福神漬けやらっきょうなどのポピュラーなものから、刻んだピクルスや細かいダイスカットのチーズなどよりどりみどり。しかもこのトッピングとバターライスおかわり自由なんですよ。なので男性の方でもお腹いっぱいになります。カレーの辛さが甘口と辛口、この2種類から選べるんですけど、甘口でも一般的な中辛くらいの辛さなので、初めての方は甘口をおすすめします。あらかた食べ尽くした私のおすすめが厚切りベーコンとアボカドのカレー。ベーコンの弾力のある食感と香ばしさ、アボカドのクリーミーなコクが絶品です。このお店、妻も大好きなので何度も行きましたが、何度行っても美味しいです。上の階で映画を見た後のランチやディナーにもおすすめです。大阪駅に来ることがあればぜひ行ってみてください。はい、続いて2つ目がティーハウスムジカです。関西で70年以上の歴史を持つ紅茶専門店のムジカティーからのれん分けをしたお店で、特にフード系のメニューが充実している紅茶とフードを楽しめるお店です。ここが店内の撮影が禁止だったので、今回写真も動画もお見せできるものがないんですけど、過去の阪急電鉄のホームページに撮影されたものがあったので、それを今回参考にさせていただきご紹介します。お店は神戸三宮のセンター街の中にあるんですけど、店舗は2階で1階の入り口には雰囲気を感じる看板が出ています。店内はどこか懐かしさを感じるようなレトロな空間なんですけど、どことなく異国情緒を感じるような不思議な空間です。紅茶の種類がとにかく多くて何を飲んだらいいか迷っちゃうんですけど、とりあえず紅茶はお好きなものを選んでもらったら、とにかくスコーン食べてほしいです。これ何の気なしに頼んでびっくりしたんですけど、すっごい口どけがいいんですよ。こんなスコーン食べたことなかったんでびっくりしました。神戸の三宮にはマリアージュフレールやムレスナテイ、ティールームマッシャなど有名店たくさんあるんですけど、それらのお店にはない魅力がこのムジカティにはあります。もし三宮に行かれてちょっと休憩したいねってなった時、ぜひ思い出してみてほしいですね。はい、続いて3つ目が千歳です。難波に2店舗お店を構える肉水のお店です。この肉水というのが大阪を代表するソウルフードの一つで、肉うどんから麺を抜いて代わりに半熟卵を入れたものを指します。吉本新喜劇の黄金時代を築かれた花木京さんが二日酔いで店を訪れて軽く食事をしたかった時に、肉うどんうどん抜きでと注文したことからこの肉水の歴史が始まったとされています。肉うどんの麺なしでご飯になるのって思われるかもしれませんが、多くの方は肉水と一緒にこの小玉を注文します。小ご飯に生卵を落とした卵かけご飯のことなんですけど、これが肉水と最高に合うんです。カツオとウルメをベースとしたすっきりとしたシンプルなお出汁に、少し甘めの牛肉ととろっと食感の半熟卵、そして青ネギが乗ったいでたちはもう見ているだけでお腹が空きます。本店の方は1回だけ行ったことがあるんですけど、別館の方が営業時間が長かったり席数も多いので、私は別館に行くことが多かったですね。グランド花月や道頓堀に観光に来られた方、そして関西在住だけどしばらく行ってない方、ぜひとも行ってみてください。はい、そしておすすめのお店、最後にご紹介するのがクレープリースサンドシャンデレールです。こちら梅田にあるクレープとガレットの専門店です。もう土日祝は満席、行列になるほどの超人気店です。食事としてもおやつのカフェとしても使える、どんなシーンでも楽しめるのが魅力のお店です。クレープ発祥のフランスではお店で座って楽しまれることも多い、若いカップルからお年寄りまで全年代の人に親しまれている定番の食べ物です。そんなフランスの製法や原料を忠実に再現しているのがこのシャンデレールさん。粉の甘みを感じるフランス産小麦をはじめ、ミネラル感のある旨味に優れた最高級のゲランドの塩、そしてこのチャンネルでも何度も登場している高級バターのエシレバターを使用と、忠実かつクオリティを感じる原材料の数々、もうこれだけで美味しいに決まってます。個人的におすすめしたいのがフレンチシュクレとシュゼットシトラス。
フレンチシュクレはエシレバターと砂糖だけで楽しむ生地の美味しさを堪能できるシンプルなレシピです。小麦とエシレバターの素材の美味しさをこれでもかと味わえます。といっても最初はやっぱりフルーツやクリーム乗ったものを食べたいと思うので、2回目行った時にはぜひ食べてみてほしいですね。そしてシュゼットシトラスは特におすすめしたい一品です。クレープシュゼットと呼ばれるクレープをオレンジジュースとリキュールで軽く煮込んだフランスでも人気のクレープの食べ方をアレンジしたものです。シトラスソースの爽やかさにほんの少し柔らかくなったクレープ生地、オレンジリキュールのグランマルニエの香りとバニラアイスのコクが口の中で混然一体となってまさにトレビアンです。紅茶コーヒーもいいんですけど、ここは現地に倣ってシートルと合わせるとより雰囲気が出て素敵な時間を過ごせます。茶屋町の方の梅田店の他にハービスプラザの B2 にも店舗があります。お近くに行かれた際はぜひ行列覚悟で並んでみてください。味はどれを選んでも間違いないです。はい、いかがでしたでしょうか。関西地方はかつて天下の台所と言われたように、気軽に楽しめるものから本格的なものまで独自の食文化が根付いた土地ですよね。食べるの大好きな私にとってはとっても魅力的な街でした。心から感謝したいと思います。今回の一押しはダニエルのカヌレとブルーノのカレーですかね。カヌレは行列必至なんですが、コスパもよくパッケージもいいので、もらった方もきっと喜んでくれると思います。ブルーノは元祖カレーマニアの私が関西で唯一通い詰めたお店です。内装もリッチな雰囲気で、女性客やカップルでの来店も多いので、友達とのご飯やデートの時のお店としても重宝すると思います。お近くに来られた際はぜひ行ってみてください。私は行けなくなるんですけど、この店おすすめだよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ皆様コメント欄でシェアをお願いします。このチャンネルの視聴者の方はグルメな方が本当に多いので、コメント欄見るだけでもかなり参考になると思います。そして今後なんですけど、仕事の関係で関東の方に引っ越します。もともと関東の方が長いので戻る形にはなるんですけど、成城市中心にお店の展開も関西とは違うので、今までできなかったことが一気にできる分、私もスパコも大変張り切っております。よりパワーアップした内容でいろいろなコンテンツをお届けしたいと思っているので、今後ともお付き合いをいただけますようよろしくお願いいたします。このようにこのチャンネルでは、普段は成城石井元店長の私がおすすめする成城石井おすすめの商品や食べ合わせ、たまに他の店の商品の紹介もしています。少しでも参考になったよという方は、いいねやコメント、チャンネル登録をいただけるととっても嬉しいです。また、インスタグラムや Yahoo クリエイターズでも日々情報発信しているので、ぜひ遊びに来てください。今回はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。